村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、すっかりもう年末だなーって。あれ、玄関にこれでかいの、段ボール。これお歳暮。差出人ないな。ちょっと上だけ開けてみるか。これは手紙かな。背景、師走の候、今年もお預かりになりましたが、陽介様元気でお過ごしでしょうか。本年も一緒にバカなことをやっていただき本当にありがとうございました。歳末のご挨拶代わりにお歳暮の品物を送らせていただきます。その場にあるだけで思わず笑顔になる陽介の大好きなあれです。ぜひ楽しんでください。兄ちゃんより。お兄ちゃんからか。わざわざありがたいね。大好きなあれってなんだろう。俺だよー。びっくりした。何してんのよ。いやー、年末に一発驚かせてやろうと思ってなお前の好きな俺だよ、俺。兄ちゃんだよ。嬉しいだろ。いや、なんか食べ物とかジーパンかなんかって思ったの。お前めちゃくちゃテンション下がってんじゃないか。なんもないじゃん。兄ちゃん出てきただけじゃん。もうやっば。いや、まあ怖っ。いや、今年最後だよ。お前だからやったんだよ。お前テンション下がっちゃったから。めちゃくちゃテンション上がると思ったのによお前。じゃあ上げてくれたら帳消しにしてあげる。分かったよ。最高にテンションの上がる掛け声教えてやるよ。いくぞ。今日の掛け声はこれだ。おいおいおあいえいえんおおん。おいおいおあいえいえんおおん。どうだ、分かったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ年越し終わり、意味なくご飯ファイヤーマサラカファイヤーマサラカ飲みすぎいや飲んでないんだよ。ファイヤーマサラカスパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイヤーのバサラカお送りしていきます。年越し、意味なくご飯は食べないって。いや、年越し終わりはそばでしょ。だから意味なく食べるじゃん。そばでしょとか意味はなくないそういう風習みたいな伝統みたいなことだから意味はあるよ。いっぱいなんか食べるじゃん、年末年始って。意味なく食べるじゃん。あれまあね、暇だから、でも全然違う年越しそばにエビ天5本テンション上がるって言ったじゃん。そういうこと。そうだよ。エビ天5本は胃もたれする。お前テンション上がるだろお前。エビ天5本あったらということで今日の年内ラストですよ。いや、すごいっすね。もう終わるんすね。早いよね。本当にざっくりね、スパイアの2025年をまとめてくださってます。1月バディスタート、3月仙台の新幹線、あったね。4月がジャストエクディス2024のブルーレイ DVD リリース、5月がバディツァスタート、6月が結成20周年、7月チェイス・ザ・シャイン配信スタート、8月が僕と神山くんのコラボ楽曲、素晴らしい世界配信とデビュー15周年、9月がブリング・ザ・ビートバック配信スタートとジャストエクディス2025、11月がレイジ・オブ・ダストニューバージョン配信スタートっていうことで、でも7月から海外ほぼ行ってるね。そうだね、めちゃくちゃこの辺は行ってて、やっぱり10月だけなんかないんだね。10月ないね。10月はね。2月もないね。2月も確かにない。2月って何したっけ。何してました ?2 月って僕ら何もやってないって2月と10月はなかった。何もなかったってこと。いやいや、でももう早かったっすね、だいぶね。一番思い出に残ってることは何でしたかっていうこと。でもジャストライクディスはやっぱ残ってるな。ジャストライクディスと、俺はもう11月の毎週の海外。毎週の海外ね、やばかったな、あれもなかなか。さすがに
今まで飛行機で寝れなかったけど、うんさすがにここまで、うん閉じ込められると、うん寝るんだなって、いやでもそれ大事よね。一回やっぱ寝る体験があると違うから、だいぶそうあと、ね、国際線はやっぱ、うん隣の席が空いてるだけで足がね広げる幅が変わるから、あれ大事。横2つが空いてた時の何歓喜具合わーってすげえ湧く感じいいよね。確かにね、うんいやいや本当いろいろありました。はい、来年も頑張っていきましょうですね。もう、はい、うんお便りもいただいてます。はいお、ラジオネームのみーまさん、ありがとうございます。ケントさん、よすけさん、こんばんは。こんばんは初メッセージです。おもうすぐ2025年も終わりなので1年を振り返っていますが、私の一番の思い出は娘と GLT に参戦したことお、ありです。がとうございます。スパイのライブ自体が今回これ初だった。おお、ありがとうございます。MV などで見るスパイも最高ですが、生で聴く音楽はまた違った良さがあり、ライブでの一体感も本当に最高でした。そこからさらにスパイばかり聴いているのですが、最近は、JLT2023 の DVD を手に入れ、家族がいない時に一人で歌ったりジャンプしたりしてライブごっこするのが楽しみになってます。いいですね。急に寒くなったので通勤前に 1,2 曲盛り上がってから家を出ると体がポカポカしていい感じです素晴らしい。お二人の今年の一番の思い出は良かったことも聞きたいです。ライブはきっと毎回テンションぶち上げだと思いますので、日常の些細なことを含め教えてもらえたら嬉しいです。はい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 。いやまあでもやっぱライブができてるっていうことがすごいね、ありがたいし、今年はめちゃくちゃ海外には行ってたから、そうね、なんか海外のアニメの浸透の仕方が急速になった今年。確かにシンガポールとかやばかったね。やばかった。早々のフリーレン、フリーレンとかもねがさ、もうバカでかいさ、独立してね、なんかブースできてたりとかね。でしかもそれさ、各国で違うじゃん。違うね。スポットが当たってるアニメが全然違くて、で特にアメリカとかはさ、アメコミがやっぱり主流な文化で、そこに入る余地が今までなかったって言われてたんだけど、それがだんだんこう日本のアニメが侵食し始めてて、ね、鬼滅の刃の電車走ってたし、そう、ね、だそういうのを見てて、なんかすごいこっからまた盛り上がっていくんだろうな世界でっていうのを感じれたから、それが良かったかな、めっちゃ。確かにね、本当に今年は濃密でしたね。濃密でした。まあ来年も濃密になると思いますが、ね、はい、皆さんもついてきてください。はい、よろしくお願いします。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ、お送りした曲はスパイエアでチェイス・ザ・シャインでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話教えてください。ということで今週もちょっと待って今の F1 ねF1 カーが目の前を通り過ぎる感じで友達の話なんですけど言ったっていうことだとは思うんだけど今の出てたの時速70キロぐらいだったよすごいゆっくり遅かったね。首都高ぐらい、だいぶ遅かったですよもうちょっと行ってくんないと。確かに、そっちにびっくりしたわ次はまず100キロぐらい行こうかな。もっと出してくれあれ直線だからそうか直線だから100キロ台じゃないっす。25060とか300近いんじゃない300、気をつけます。はい、ラジオネーム三つ月色さん、ありがとうございます。私の友達の話なんですけど、はい、私たちが小学4年の頃、放課後に遊ぶ時、一人が目をつぶり、もう一人が先導をして歩く遊びをしていました。順調に横断歩道を渡り、言われた通り左に曲がって進むと、足元に何かがあり進めません。先導役は何も言わないので進んでみますが、やはりぶつかってしまうのです。思わず目を開けると、歩道の草むしりをしているおじさんがいたそうです友達はびっくり、先生すいませんとおじさんに謝り、
小走りでその場を去りました。先導役は大爆笑。友達はやってしまったという気持ちと恥ずかしい気持ちになり、その後その遊びはやらなくなったそうです。そうだな、それは。今ではその友達と会った時には笑い話になってます。いや、おじさんが優しいね、これはね。おじさん、まあ小学校4年生の遊びだったらそうか、まあやってんなって思って多分動かなかったんだろうね、おじさんも。面白そうだからノリが良くてよかったね、おじさんの。かわいそうだよね、確かにおじさん優しいね。おじさん優しい。まあでも俺も多分そういうなんか草むしりかなんかわかんないけどやってて、小学校4年生ぐらいの。でも4年って結構もうさ、いやでもさ、今の年齢から見たらさ、陽介もさもう20代後半でしょ、から見た小学校4年生が、まあ自分がなんかわかんないけど、スマホ見てて、でその小学校4年ぐらいの女の子がこう手引いて友達の、でその友達の手引いてる子がガンってぶつかってきて、パッて見てさ、その状況を見たらさ、一回この遊び付き合おうかなって思うでしょ。そうかな。どうこの顛末を知りたくない？そこで言わなくない？何ぶつかってんのみたいなことは。おお、危ない危ないって言っちゃう。あ、そっち？危ない危ないよ、気をつけなっていうの。ノリの悪い大人だわ。ノリの悪い大人だよ。もう怖いじゃん今。何が怪我さしちゃったりしたら。まあでもね、こっちが何してるんですかっていうのが来るじゃん。来るかな。分かんない。来るのかな。来そう、俺のイメージ。なるほどね。ちょっともうこのわけわからん理論はもう本当に意味がわかんないから、もう次行こう。次行きましょう。次行きましょう。続いてですね、ラジオネームケイさん。健太さん、陽介くん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいてます。早速ですが友達から聞いた話なんですけど、昔々付き合いたての彼氏と箱根にドライブに行ったそうなんです。おー、いいじゃん。運転は友達で、その彼氏は助手席と。で箱根の七曲りを、登っている時にハンドリングが良くないとかブレーキが遅いとかごちゃごちゃ言う彼氏、しまいには横からハンドルに手をかけて、ここはこう切るといいとか勝手にギアチェンジしたり。最初は我慢していたけれど、だんだんとイライラしてきた友達は、こいつ山に捨ててくかと決意。運転下手でごめんね、ちょっと代わってもらえると言って車を止めました。教えてやるよとばかりに得意げな彼氏が助手席から降り、ドアを閉めたと同時に車を発進。ルームミラーには唖然と立ち尽くす彼氏がどんどん小さくなっていく。さらばせいぜい気をつけて帰るがいいさ。その人とはもう二度と会うことはなく終わりました、だそうです。念のためその人は無事に、帰宅したそうです。後のトラブルもなかったのでご安心くださいと友達が言ってました。人の運転にごちゃごちゃ言うのは良くないですよね。いや、すごいね、面白い話だわこれ作ったような話でおもろいねこれ。今やったら炎上しそうだけどね、置いてくなって。まあでもこれ彼氏が悪いわ。悪いよ。ハンドル横から危ないよね、危ないよ。ギアチェンジするのもさ、危なすぎる。でもまあギアチェンジは多分ね勝手にできないはずだから、マニュアルだとクラッチ踏まないもんね。そうまあでもできるのか、強引にやろうと思えば。あれはどうなんだろう、多分できたはずなんか。いやだから危なすぎるわこれは。これは正解です。勝手に人のね運転いじるならね、それはよくない。ダメです。本当にね、やめてください。山道とか特に危ないから。いや危ないよ、事故るよそのまま。ということで、こんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話教えてください。皆さんが友達から聞いた話をお待ちしてます。それでは今日はラジオネーム K さんの話から、K さんの友達の話からこちら選曲しました。久保瑠璃子で男。スパイエアのマサラカ。お送りした曲は久保瑠璃子で男でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もたくさんお悩み届いてます。ラジオネームゆうまさん。はい、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。お二人の励ましの言葉が欲しくてメッセージを送らせていただきました。何でしょうか。
突然ですが、うん、私が働いている職場は来年の1月からうん12時間稼働を開始します、はいはいはい。工場に勤めているのですが4つの部署に分かれていて、その中の2つの部署が曜日ごとに12時間稼働をするみたいです、うん、私がいる部署は力仕事が多いところで、男性スタッフがやるような力仕事を毎週必ず 2,3 回しています、すごっ。その中で12時間稼働がうん来年から始まるという急な決定と、うん仕事以外でも1月2月が忙しく新年を迎えるのが少し嫌な気持ちになっていて、うんぜひお二人から言葉をもらいたいと思いメッセージを送りました、今は年末にある健太さん出演のイベント、はいはいはい、 1月のバディ振り替え公演仙台、うん2月のツアー初日を糧に過ごしています。ありがとうございます。来年はなんとか迎えられるよう元気をください、うん最後にお二人もお体にお気をつけてお過ごしください、はい、大変いやだこれはすごいね。12時間稼働すごいな。12時間とんでもないね。そうね。朝9時から夜9時みたいなもんでしょ。そうまあでもさすがにあれでしょ、労基これなんか変わったんだっけ、そ労の働基準労働基準法のあれってなんか変わったってなんかで見た気がすんな。だからその分多分うんどっかで休みが出てきてんじゃないのかな。そういうパターンがあるってことなんですね。でもまああれじゃん、それこそ消防とかはそうじゃん。24時間稼働して次の日がお休みになってまた24時間稼働してお休みになるみたいな。いやでもすごいね。だからこういうのは多分すぐ変わっちゃうってことでしょ。言われてから数ヶ月でそういう勤務体系に変わるってことだから、まあそっちの方が大変よね。まあでもそれだけ、うんその工場が需要があるってこと。そうね、忙しいってことだからね。だからね、今お仕事をしたくてもできない人ももちろんいると思うし、まあそういうそうね、もうあるからまあ大変だろうけど大変だろうけど、働けるってことはとても素敵なことと考えるしかないよね。しかない。これがもう嫌だって思い出したら仕事全部嫌になってくもんね多分働くの嫌だっていう、ね、じゃあもう社会が終わっちゃう。そうね。だからこれは頑張ろう、一緒に頑張ろう、ね。俺らもたまにあるよね、すごく長い拘束時間。俺らはもう関係ないからねそうね、もうこれはでもやっぱ楽しんでいかないと、やる以上は。そうだね、でもう給料日を楽しみに頑張っていきましょう。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、じゃあもう一件いきます。ラジオネームサクさん。はい。陽介さん、健太さん、こんばんは。私は受験生ですと、勉強をしようと思ってもロングスリーパーすぎて夜に勉強ができなくて困っています、始めても眠くなっちゃって集中力が続きません、今はスパイのバサラカを楽しみに夜勉強を頑張っています、お二人は受験生の時どのように勉強していましたか。応援メッセージもいただけると嬉しいですと。一個言っとくと、俺はそもそも受験勉強してないっていうのと勉強してない、っていうのは言っときたいんだけど、そのドラムをやらなきゃいけない時とかさ、っていうのはあったわけじゃん。今まででそのレコーディングがあります、で曲が2日前にできました、どうやって覚えますかみたいな。それはもう時間を睡眠時間を代償に練習時間に当てるしかありませんみたいな時はやるしかなかったから、僕はもう根性じゃないとしか言えないんだよね。短期集中型でいけるんだったら、それでもいいと思うけど、受験って結構長期戦なのよ。確かにな。そうよね。だからそれはもうやっぱ陽介さんに聞くしかないですよこれは。陽介さん理論でいくと、私は、いやもうこれはね良くないやり方だけど、俺は夜寝なかった。で学校で寝てた。そっち側。でちゃんと受かった。だからその方が自分的に集中できるから。なんかね、いろいろあるのよ。科学的にこの時間帯が集中できますとか、ちゃんと夜は寝た方が、記憶力があれしますとか言うけど、人による。まあそれはそうだな。人によるし、それに縛られて、ね、勉強量こなせなかったら本末転倒じゃん。だからすっげえあの時って多分受験生って安心が欲しいのよね。なるほどね。多分。だから私このくらいやってるし、やってちゃんと寝て、あれしてるからちゃんと目に入ってるはずだってなってると、意外と入ってなくて、いざテストになった時に出てこなかったりするわけ。そういうのにしがみつきたいね、やっぱそういう理論、そういうものに。だから最短の道を探すみたいなねことだね。でもそういうことじゃないから、多分受験って、今どういうシステムか分かんないけど、俺の時はだから朝とりあえず学校に行って、出席しとかないと卒業できないから、まあそうね。とりあえず出席だけする、
でしなくていいやつは捨て教科とかあんのよ、だからへの時は俺は保健室行って寝てた。だから保健室の先生と仲良くなることが大事。そうなるほどね。体調悪くなくても、まあ今日だけみたいな、っていう状況を毎日作るみたいな、で夜家帰って、寝ずに俺は勉強してない。へえ。だってサクさん、だからサクさんのやり方があると、だからロングスリーパーなのはめちゃくちゃいいと思う、だからその睡眠時間以外に使ってる何かの時間を削ればいい、当ててくってことだね。通学時間とかね、あとだから逆にさあれでもありかもね。朝の方がもしかしたらサクさん入りやすいタイプかもだよね。まあね、夜は眠くなっちゃうから。そうだったら早めに寝て、朝を早くするとかね。それもありなのかもしれないし。だからまあね、睡眠時間は取った方がいいよそりゃ、成長期だし。そうね。そこのあれかな、自分のやり方を一個見つければ、多分それをいろんなこと言われると思う。俺めちゃくちゃ言われたもん、先生に、お前寝るなとか、ちゃんと日中にやれみたいな、言われたけど言うこと聞かなかったから、でそれで言うこと聞いてやり方を変えてごちゃごちゃするよりかは、一個自分のやり方を突き通した方がいいかなって思ったから、それしただけで。落ちてもなんか納得いくしね。そう、それはこれさすがに落ちたわこれそうなるけど、だからすごいこうやってれば受かるみたいなことをやり続けて落ちた時の方がショックでかいから、だから俺そういう人たちからバッシング受けてたから、受かった時になんでお前受かんだよみたいな、こっちはみたいな授業も受けてたのに寝ずに、そういうことじゃないんだよって、受験はもう個人戦だから、自分を信じたやつが勝つってことだね。だから、夜に勉強しなきゃって思ってできないんならそれはやらない方がいい。確かに身に入んないよ、だ入る時間帯とかやり方があるってことだね。それはなんか分かるわ。それでいいと思うな。頑張ってください。頑張ってください。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアで Just Like This 2025よりバディです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。いやー、終わりましたね。1年が終わりましたね。そして来年早速、我々の新曲キルザノイズが1月より放送開始のテレビアニメ勇者系に処す主題歌決定しております。よろしくお願いします。その前にですね、バディツアーの振り返りもありますし、そうね、そしてその後ツアーもあります。福岡は来年4月5日福岡市民ホール大ホールでございます。よろしくお願いします。来てください。そして、先週の生放送でもお知らせしましたが、1月からかな、1月からでしょう、実況大賞、実況大賞スタートします。これ選ばれると何があるんでしたっけ？私が書いたステッカーをプレゼントします。ステッカープレゼントします。皆さんもね、実況、面白い実況ね、何が面白いのかっていうのはこっから多分みんなが分かってくると思う。分かってくると思う。チョイスでね、我々のね、書いてみてください。とりあえずね、今年もたくさんのメッセージありがとうございました。いや本当にありがとうございました。また来年もね、この番組が続くように頑張ろう。頑張っていこう。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それでは良いお年を。良いお年を。